皆様こんにちは。今日はお酒を絞るというお話をしましょう。お酒を作るときはいろいろなものが混ざり合った状態でお酒を作っていますので、そのままで飲もうと思っても飲めることは飲めるのですが、いろんなものが入っているので、できるだけすっきりと飲みたいとなった場合には絞った方がいい。すなわち液体だけにした方がいいということになりますね。液体で仕込むお酒もあります。例えば蜂蜜なんかで作るお酒っていうのは別に絞らなくてもほとんど液体のようなものから作っているので、そのまま置いといてそのまま飲んでもいいわけですけれども、大概穀物であるとかブドウを代表とする果物を使った場合でも皮があったり種があったり、時には加工と呼ばれるような枝があったりしますよね。お米であっても溶けきらないお米が残ってしまう。そういうことから絞って液体と固体に分ける作業、これはほとんど全てのお酒に必要なことなわけです。で、実はこの絞るというのはお酒を作る工程の中で一番大変な仕事だったんですね。それまでにもいろいろなしんどい仕事はいろいろあるんですけれども、辛くって大変な仕事の中でも一番最後の最後、お酒を絞るというのが実はこれは大変な仕事だったんです。というのは、もろみと呼ばれるもろもろのものが混ざったようなものの中から液体だけを取り出す。それも最大限取り出さないといけませんから、しっかり絞るというのは、これはもう大変な仕事だったんですね。昔は袋の中にもろみを入れて、両端に棒を挟んで、その棒を反対向きにぐるぐるぐる巻いて、それで絞っていたと言われますが、そんな簡単なことで絞れるぐらいに、もう生半可なものじゃないので、ものすごい力を必要としたわけですね。で、人間の力じゃもうどうしようもないので、これは機械の力を使いましょうということで、ネジを使った力学で物を絞るという機械が出たり、もしくはテコの力を使って普通の重みよりも大きな力をその絞る機械に加えたりという様々な工夫が世界中に起こりました。で、これは不思議なことに構造自体はほとんど同じようなことを人間考えているんですね。その機械が発明された時期っていうのは若干ずれていることはあるんですけれども、結果的に同じような構造で同じような絞り方をしているっていうのが洋の東西を問わず見受けられるっていうのは非常に面白いことです。で、昔は物理的に絞るということは重さもしくは大きな力をかけて絞るしかなかったんですけども、最近は空気の圧力を使うっていう方法がもっぱら用いられていまして、これは繊細なお酒を作るには日本酒でもワインでも同じように空気の圧力で絞ります。その空気の圧力を使うときに大きなエリアの中に大きな風船を膨らませるのと、小さなエリアの中に小さな風船を膨らませるのとちょっと違うんですね。大きな風船を膨らませるよりも小さな風船をたくさん用意してたくさんの部屋で少しのものを優しく絞るということの方がはるかにデリケートな液体を得ることができます。すなわちお酒を絞るときには大容量で絞るよりも小容量でたくさんの数を並べておいて各々で絞っていく方がいいというわけなんですね。で、日本酒を絞る機械っていうのはいろいろあるんですけれども、物理的に上からぐっと絞る垂直式の圧搾機と先ほど申し上げた空気圧で優しく絞るという2つの方法が、今はもっぱら用いられています。で、この2つの方法はどちらも 75% の液体であるお酒と 25% の固体である酒粕とか、もしくはマールと呼ばれるようなブドウ粕ですね、絞り粕。こういったものに分けるのが通常で、ワインであっても日本酒であっても大体75対25なんです。これは面白いですよね。で、その25の残ったものというのは、これはまた使い道が分かれまして、ワインの場合と日本酒の場合とはちょっと違います。これはまた別の機会にお話をしましょう。で、この絞るという行為は必ず圧力を加えるんですが、最も洗練された液体を得るためには、全く圧力をかけない、すなわち自重で重力だけで液体を取るということの方がいいわけです。酒袋にもろみを入れて、口元を祝えて棒に渡して結びつけてぶら下げます。そうすると中に入っているもろみの液体が布目を通して酒袋の布目を通して外に出ようとします。それを集めたのが雫酒と呼ばれるお酒なんですね。これは全く圧力を加えていないので素晴らしい香りと味わいのハーモニーを醸し出します。もうこの世のものとは思えないぐらいに美味しいんですね。でもこのお酒をじゃあもっとたくさん取りたいと言ってずっと吊るしっぱなしにしているとどんどん今度は味が出てきます。この味は決して悪いものではないんですが、雫酒
という目標にはあまり好ましくない味なので、雫酒を取るときには全体のもろみの量のなんとたった1割しか雫酒にはしないんですね。残りの9割は雫酒用には液体としていかないんです。もう対象から外れるんですね。じゃあ、もともと75を絞れる。大吟醸の場合はもうちょっと少ないですから、70ぐらい絞ろうと思っている中で 10% しか、1割しかお酒を絞ってないわけで、残りの60とか65はどうするんだということになりますが、これはまた別のお酒として、銘柄として別に置いておいて、それを先ほどの空気圧で優しく絞るんです。そうすると残り60なり65が絞れますよね。それはそれですごく美味しい素晴らしい品質のお酒になりますが、最初に取っておいた圧力をかけない雫酒とは似ても似つかないぐらいに大きな隔たりがあります。これは飲んでみないとわからないので、ぜひ一度雫酒の素晴らしい味わいを、そして香りを楽しんでみてください。